にちは。あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、雑談会ということで、動画1本にするほどじゃないんだけどなっていう話題が、最近ちょこちょこあったので、そこのところをまとめてお話ししていこうかなと思います。多分ね、雑談会みたいなのってあんまり過去やったことないので、ちょっとうまく話せるのか分かりませんけど、早速いきますけど、まず最初が、チャンネル登録者3000人に到達しました。イエーイ。でも2ヶ月前の話ですけど、登録してくださってる方ありがとうございます。登録してない方はぜひ登録をお願いします。毎月だいたい100人から150人ぐらいですかね。ばらつきありますけど、順調に登録者の方増えていきまして、今3300人ぐらいまで来てますね。10月現在で。目標は1万人なので、あと7年ぐらいですかね。息を長くやっていきたいなと思います。登録者増えるのはもちろん嬉しいんですけど、私そこまでこだわりはないので、んですけど、引き続きやっていきますので、今後ともよろしくお願いします。チャンネルアナリティクスっていうのがチャンネル持ってる人は見れるんですけど、視聴者の中でチャンネル登録してる人の割合っていうのが見れるんですけど、私ね、1桁台なんですよ。それも1桁確か前半だったと思うんだよね。だからほぼ9割5分ぐらいの人は、チャンネル登録をされてません。まだね、それだけポテンシャルはあるということなので、前向きに捉えていこうかなと思います。3000人になったからっていうんではないんですけど、登録者が増えてきて変わったこと、目に見えて変わったことっていうのが、1個あって、企業案件がね、結構増えるんですよ。だいたい1000人超えたあたりから、声をかけていただくことが多くなって、ほとんどこちらの私の都合でお断りをしてるんですけど、なので、登録者こだわりないとは言いましたけど、増えてくるとね、やっぱそれなりに影響力あるんだなっていうのは、周りの評価でね、自覚するようになりましたね。そうだ。で、案件絡みでちょっと一つ、話があって、基本的に、国内の案件ももちろんあるんですけど、海外からの案件、特に中国ですね。中国のそのバイク関連の装備のレビューをしてくれませんかみたいな依頼が結構多いんですけど、中にはね、まともなメールを送ってくる方もいるんですけど、そうじゃないメールも割とあって、一個びっくりしたのは、本文自体はね、割と日本語の文面はまともなんだけど、宛先にね、私以外のその元ブロガーの方だと思うんですけど、メールアドレスがね、10個ぐらいバーッと並んでるんですよね。だから、その企業が誰に案件依頼を出してるのかっていうのがね、そのメールで分かっちゃうんですよ。まとめて送るのは仕方ないとしても、もう BCC でね、宛先分かんないようにして送るとか、そういう配慮ってないのかなとね、ちょっと思ったんですよね。で、それもね、1件2件じゃなくて、結構複数の会社でそういうことがあって、個人情報、ちょっとね、どうなのって思うことがね、あるんですよね。だから、そういう会社のところは、ちょっと怖いので、極力受けないようにはしてて、さらに、それでもう一個、エピソードがあって、とある、多分その元グロワーの方だと思うんですけど、全員を返信で多分返信しちゃったんでしょうね。ぜひやらせてくださいみたいな。で、報酬がどうとか、動画の内容がどうとか、みたいな、細かく書かれたメールがね、送られてきたことがあってね、プライバシーに関わりそうなので、あんまり見ないで消しましたけど、依頼する側も受ける側も、ちょっとね、配慮しないといけないとこあるんじゃないかなって思いました。そういうことは、登録者が増えてくるとそういうことはありますね。続いて、話変わってちょっと機器関連のことで、ちょっとね、いろいろドタバタというか、ありまして、B ライン元あるじゃないですか。今まさに使ってるこれね。これがね、ぶっ壊れちゃったんですよね。実はね、これ2代目なんですよ。7月ぐらいかな。久々1ヶ月ぶりぐらいにバイク乗ろうとして、電源押したんですけどね、電源がね、入るんだけど、液晶が点滅してしまって文字がまともに字が見れない状態で、なんとかね、電源入れたり消したり、あとはペアリングとかやり直したりしたんですけど、全然改善することがなく、最終的には文字も何も映らず、バックライトだけがつくっていう状態になって使えなくなりましたね。買ってから2年ぐらい経つんですけど、実際使ったのって多分3000キロぐらいなんですよ。
それでね、壊れちゃうのはちょっと困るなと思うんですよね。値段結構、するので、2台目買うかどうしようかね、ちょっと結構迷ったんですけど、他にね、いい案がなかったので、2台目買ったんですよ。ただ、また同じようなことがね、起こったら、もう多分次は買わないかなって思いますね。これに絡めて、ちょっと腹立つことというか、最初壊れた時にね、購入元に問い合わせたんですよ。購入したところに。言葉だけだとね、わかんなかったので、動画つけたりして、問い合わせフォームからね、問い合わせしたんですけど、どこの会社とは言わないですけど、一向に返信がなく、なんかね、それちょっとどうなのって思いましたよ。B ラインモトってね、イギリスのメーカーなんですけど、代理店がいくつかあるみたいで、当時買ったその代理店に問い合わせたんですけど、何も返信がないと。ちょっとね、それカスタマーサービスどうなのって思いますよね。で、実はね、最初、間違って別のところに問い合わせちゃったんですよ。で、うちでの購入履歴ありませんっていう風に返事来たんですけど、かなり丁寧に返信してくれて、それもあってね、2台目はそこから買ったんですけど、ちょっとね、ネットで見ても、似たような症状の人いなかったので、かなりレアケースなのかなとは思うんですけど、使ってる人はちょっとご注意ください。3つ目がね、マイクを変えました。いやー、やっとね、いいマイクに多分巡り合えたと思うんですけど、何度かね、動画の中でも話してましたけど、音割れがすると。私、音声は GoPro 直じゃなくて別撮りしてるんですよ。Zoom の F2 っていう、レコーダーで音声を別撮りしてるんですけど、F2 って32ビットフロート録音っていうのができて、音割れしにくい、レベル調整がね、いりませんよっていうのが売りなんですよ。ただね、いざ使ってみると、でっかい声出すとね、音割れはするんですよね、やっぱり。ガジェット系 YouTuber のコウジさんも同じようなことやってましたけど、私の声って結構でかいみたいで、ヘルメットの中でね、結構反響するのかわかんないですけど、かなりの確率でレベルオーバーするんですよね。できるだけでっかい音に耐えられるようなマイクで、かつ音がいいものをずっと探してたんですけど、なかなかいいのにね、巡り合えずにいたんですよ。最初についてた Zoom のそのラベリアマイクは、音はいいんですけど、ちょっとね、雑音拾いすぎちゃってて、元ブログ向きではないかなと。で、その次に、しばらく使ってたのが、ソニーの EMC だったかな、ラベリアマイクですね、ステレオの。これはね、音質はかなりいいんですよ。音声をね、綺麗にはっきりとね、録音できるんですけど、何分でかい声出すと、そのレベルオーバーしてしまうと、音割れしちゃうんですよね。で、次に、短期間ですけど使ったのが、オーディオテクニカの9962とかだったかな。これもモノラのラベリアマイクで、これかなり原因を、抑えられるというか、でっかい声出しても音割れはしなかったんですけど、ただその分ね、音がちょっとね、荒くて、で、ついに巡り合えたのが、この、今使ってるやつですね。クラシックプロっていう舞台で俳優さんがつけてるようなマイクだと思うんですけど、結構ね、口元まで近づけて使うマイクなので、俳優の声に耐えられるんだったら、私のでかい声にも耐えられるだろうということで、これを導入して、音もね、かなりいいかなと思うので、しばらくはこれでいこうかなと思ってます。難点は価格がちょっと高かったっていうことぐらいかな。あとね、もう一個、音関連で言うと、排気音の録音方式をちょっと変えました。サブチャンネルの方、セカンドチャンネルの方は、引き続き F3 っていうのを使って録音してるんですけど、こっちのチャンネルの方ではね、今、タスカムの DR07 っていうレコーダーを使って音を取ってますね。なんでこれに変えたかっていうと、単純に設定が早く済むんですよね。結構コードの取り回しとか、本体どこに置くとかね、いろいろ手間取ることが多かったので、一発でパッとつけられて、ステレオ録音できるアイテムをちょっと探してね、元ブロガーの人で使ってる人あんまりいなかったと思うんですけど、風切り音をある程度避けられて、で、排気音をね、綺麗に録音できるっていうので、これを導入しました。はい。というわけで、他にもね、ちょこちょこ小ネタというか、出張の小話とかね、小話というか、出張の失敗談みたいなのとかもあるんですけど、それはまた別の機会にお話ししようかなと思います。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。今後もこういった形で、たまに雑談会だったり、あとはグッズのレビューだったり、ボンネブル T120 のレビューだったりと、動画出していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。